春夏秋冬また巡って冬だ。じゃあはい読みます。はい。冬は勤めて、雪の降りたるは言うべきにもあらず。霜の糸白きも、また皿でも糸寒きに、火など急ぎ起こして、墨もて渡るも糸つきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、日よけの日も白き灰がちになりてわろし。はい。これはね、もう冬まで行くと覚えてなくて多分。冬は何だったか忘れた。勤めてが難しいのもいけないんですよ。勤めてってなんやねんみたいな。冬は中略わろしみたいな。冬はわろしになってる人絶対多いと思うんだ、これ。いっぱいいると思います。うん。わろしどころか、わろすくらいの感じで。わろすぐらいの気持ちですね。冬わろすくらいの。冬わろす。冬わろす。覚えてるんだったらそれでもいいんですけどね。ここの解説をでは少し。冬は勤めてってなんだ。これは早朝です。早朝。はい。冬は早朝がいいかって思いません？寒いじゃんっていうね。寒いじゃんよ。しかしなんでそれが好きなのかというと、雪の降りたるは言うべきにもあらず。雪が降ってんのはね、いちいち口にすんなと。霜の糸白きっていうのも、またいいの来たよ、これっていう感じですよね。で、糸寒きに、クソ寒いと。糸寒きですもんね。火など急ぎ起こして、墨もて渡るも糸つきづきしと。今日は寒いぞと、炭がいるぞっていうふうに、急いで火を起こして、炭を焼くわけですね、まとめて。それをみんなのお部屋にですね、持っていくんですね。糸つきづきし、それっぽい。これぞ冬。それぞ冬って。なるほど。なると。はい。そこがいいのにですね、昼になって暖かくなってきたと。この日よけというのは、灰を入れてあって、炭を置いて温まる移動式暖房です。はいはい。これがですね、白き灰がちになりて、わろし。わろしね。つまんねえと。ということなんだと思います。さて、英語、お願いします。英語。これ英語がね、難しいんですよね。はい。いきます。In winter, the early morning. If snow is falling, of course, it's unutterably delightful, but it's perfect too if there's a pure white frost or even just when it's very cold, and they hasten to build up the fires in the braziers and carry in fresh charcoal. But it's unpleasant, as the day draws and the air grows warmer, how the brazier fire dies down to white ash. はい。気になる言葉というのはありますか？これ、なんかすごいいいなって思ったんですが、白が2回出てくるところの、霜が糸白きのところが、ベリーホワイトじゃなくて、ピュアホワイトフロストなんですよね。ピュアホワイト、この純白っていうんですか、こう、濁り気なくとっても白いみたいなっていうのと、2個目に出てくるのは、ホワイトアッシュっていうのがあって、こう、いかにもこう、パサパサして濁ってそうな、なんかわろしな白な感じが、この対比が好きですね。原文にも白きで、こっちも白きっていう言葉で出てくるけど、明らかにテンションが違うと。そう、テンションが違う。わろしが来るわけですからね、後半は。わろし来ちゃってね、そう。あと、ここで好きなのが、炭にフレッシュっていうのがついてて、フレッシュチャーコー、新鮮な炭。新鮮なっていうのが、原文の方には入ってないんですけど、こう、炭っていうのにあんま新鮮ってつけないじゃないですか、普通。キャベツじゃないんだから。キャベツじゃないんだから。そう。炭だぞ。フレッシュ。お庭で焼いて、こう、あちあち、ほかほかの炭だぞっていうのが、フレッシュなんだなっていうのが、すごいいいなって思いました。で、このフレッシュのあちあちのやつを急いで運んでるっていう、こう、ジタバタした情景っていうのが、これぞ冬っていう。ポイーってやつですね。ポイーってやつ。さらにこのフレッシュだと、新鮮だったのが、ダイズダウンってこと。ダイズダウンですね。そう、死に耐えたみたいな感じですね。死に耐えるんだもん。そう、死にましたと。この落差がね、なんかこう。落差が確かに出ますね。そう、すごい、こう、さっきまであんなほかほかあちあちの木が死んで、ホワイトアッシュになって、
死んでしまいましたよ。アンプレイザンとかワロシですね。不快だと。気持ちよいものではないみたいな。ホワイトとホワイトアッシュの対比だったり、そうですフレッね。シュとダイみたいな。対比されてるところがいいですね、この訳。そうですよね。主語がない話があっそうですて、この住もて渡るのは誰なのか、これもいろんな本で愛になってるやつもあったんですけど、うんうんこのペンギンブックは they。いきなり they が出てくる。はい主語がなしだと英文として書けないんでうん、解釈バトルよ。私が住もって渡るのが冬っぽいのか、うん彼らが住もって渡ってるのが冬っぽいなのかっていう。はい。はい。ここはですね、愛か税かって言われると税ではないかと私は思うんです。なぜならば、そういう仕事を清少納言はしないから。例えば、うん宮中に上がっているとき、お仕事でですね、はい中宮帝子様という上司がおりまして、そのそばにいるときなんていうのは、持ってきてもらうのを待つ方ですね。なるほど。はい。ただ、炭をいただきますよね。お部屋に炭持って渡ってですね。はいはいはい。で、その、帝様の日よけに入れて差し上げるというか、ああ、なるほどね。はいは炭でい。すよと、あったかいですよって。はいはいいう。場合は、清少納言がやってもおかしくはないんですね。なるほどなるほど。はい。ただ、ここのやっぱり最初の文のところに、火など急ぎ起こしてが入るじゃないですか。ね。起こすことはないです。ないですねおそらく。。はい、ないです。うん。そその専門のはいはい方がやってるはずです。う。なるほど。はい。なので、じゃあここはゼイが好きだ。ゼイ私はゼイが好きだ。で、好き嫌いで言いますと。この人もデイ派だと。ゼイ派だと。そううん。原文に書いてないからなってことですね。そうなんです。書いてないから。うん書いてないところを補完するのに英語を使うのはとてもわかりやすいなーって。だって、そうで、絶対いるじゃないですか。デイなんだよね。中学生の時読んだ時はなんかよくわかんないけど、墨持って運んでるんだなくらいの感じだったのが、やっぱそうこう、なんですよね。英語でこうブレイクダウンしてうん。読むと、確かにそれは良くないと思う。はいと気思う。持ちになって、うん。いい役だなと思います。で、わかりやすいね、サンプルで読める範囲で今はい言っているので、視聴者の方もペンギンクラシックピローブックで検索していただけたら。サンプルのとこを読むのだけでも全然面白いので。そうなんですよ。なかなか始まらないんですよね、この人の解説文が長くて。すごい長い。びっくりするほど始まんないんで。インスプリングはどこだってなるんで。そう。すっごい先なんですよね。いろいろ話すからね。でも、読める方は読んでもらったら多分わかりやすいので。英語でね、説明されてるから、こう、うん。なんかこう、ポエムの交換で恋に落ちましたとか、あえて外国人の人が英語で説明してるっていうので、こう、より異世界ファンタジー感が感じられます。私としてはなんかこう。異世界ファンタジーだと思ってください、もうってそう、思います。異世界ファンタジーですよ、これは。そう。1000年経って、もう日本人の感覚は変わんないなって思うんですけど、ただ、世界観としてはかなりファンタジックというか。そう、すごいですよ。だって顔見ないで結婚するんだぜとか。そう、ね。みたいな。って、そうそう。そう。ポエムか。ポエムの交換でって。ポエムの交換かってね。ポエム交換しただけで結婚するとか意味わからんってなると思うんですけど。なりますよね。面白いんですよね、これが。枕草子の中の話で少し補填するとですね、夜の美人っていう言い方が出てくるんですね。夜の美人って暗いところでいりゃ美人みたいな意味がある。今だったら悪口ですよね。そうですね。お前夜は美人だよな、みたいな。昼はダメだけど、みたいなね。はいはい。なんかスキー場限定みたいな。でも、これは、夜の美人っていう言い方は、それは褒め言葉なんですね。夜っていうのは見えないわけですよ、いろんなものが。でも、そこにいるいい女っていうのはやっぱりいい女なんですよ。ああ、なるほど。顔がそんなに見えないわけですから、話してて、知性があるなとか、いい返事するなとか、夜なのでね、そういう時にいいなっていうのは、やっぱり夜の美人は夜の美人だ。はいはい。そう、見えないからこそ、夜っていうものが別世界なんですね、もう。なるほど。そういうのが出てきたり、枕草子
この最初だけで終わってる人は損してますよ。さっき出てきた日よけの話あったじゃないですか。はいはいはい。最初、ナゴンさん、これ、もうちょっと後半行くと、その日よけの端に、吸わせ置く奥さんの話とかしてますから。はいはい。そう。やめろっつってんだ。やめろっつって。若みんない人温まってはやんなんだろって。いでしょって。おっさんやめそう、ろと。おっさんディスの話むちゃくちゃたくさんあるんでね。毒舌なんですそう、ね。毒舌です。ね。そう、だから、はいてるブログとかのはい感じですね。バズりブログだったり、インフルエンサー的だったり、はいはいで、はいい。いでしょっていう、何々はで上がってる部分は、はい結構、インフルエンサー的な立ち位置。はい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 。思ったら日常ブログが始まります、いきなり。なるほどねい。ろんな話が入ってくるんですけど、女も男も、じいもばばあも若者も、はい。何年経っても変わんないっていうのがもうひしひしわかりますから。なるほど。うん。読んでみればわかるねはず。ね。英語で読むんで、外国の女性だからと思うんですけど、こう、一つの建物で春夏秋冬、朝昼晩過ごしてるっていうのが、すごい不思議に映ってる感じがしましたね。なるほど、そうか。うんそうかも。出ないですからね、うん女性は。そう、外に行かないスモールワールドだと書いてましたねワールドですよ。異世界。うん。異世界なんですよ。はい。じゃあ、感じてもらえたかな？感じてもらえたかな？そうでしょうね。では、これにて、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい。バイバーイ。千年枕にあなたを思う春夏秋冬巡っても触れられなく癖でももかしレイズンさん胸を焦がす